もし何気なく開いたその動画に殺人の様子が映されていたら、遡ること2年前の2021年2月22日、アメリカペンシルベニア州ランカスター、深々と雪が降る冬の夜、家の中でただ一つ明かりがついたその部屋からは少女の笑い声が聞こえてきます。部屋の中ではしゃいでいるのはエイミー・ベーカー14歳。人気インフルエンサーの彼女は家族が寝静まる中、SNS に投稿する動画を撮影していたんです。よし、面白いのが撮れた。満足げにそうつぶやいたエイミー。彼女はいつも口パクで流行りの歌を歌ったり、ダンスを踊ったり、年頃の少女らしく微笑ましい動画を投稿していました。いつも楽しげなエイミーのアカウントは2万人以上のフォロワーを誇り、この日も多くの人々が投稿を心待ちにしていたんです。しかしこの日、投稿された動画を開いたフォロワーたちはいつもとは明らかに違うその動画の様子に一瞬にして凍りついてしまうんです。動画に映されていたのはなんと血まみれの殺人現場だったんです。 SNS に突如として犯行現場の様子を投稿した人気インフルエンサー。14歳の少女がその衝撃的な動画を投稿した理由とは。そこにあったのは自由を奪われた少女の歪んだ承認欲求だったんです。おそす、今年はディズニーランドいっぱい行きたいケンちゃんです。ゲレンが溶けるほどのあっちゅあっちゅの声がしたい。みやみくんです。めちゃくちゃ迷惑じゃん、それ。本日ご紹介するのはアメリカのペンシルベニア州で起こったとある殺人事件。この事件は当時14歳だったインフルエンサーの少女が巻き込まれたことでも注目を集めた事件なんです。でもインフルエンサーが巻き込まれた事件が起きたって、そりゃ話題になるわね。この事件、犯行内容もさることながら、この少女がね、事件後に取った行動も衝撃的だったことから注目を集めたんです。一体どのような事件だったのか、事件発覚のシーンから見ていきたいと思います。血まみれのパジャマ。遡ること2年前の2021年2月22日、舞台はアメリカペンシルベニア州ランカスター。冷たい雪が降る深夜の住宅街にパトカーのサイレンが鳴り響きました。パトカーはある一軒家の前で停車。通報があったのはこの家か。姿を現した数人の警察官は急いで家の敷地内に入っていきます。おい、大丈夫か？家の前に立っていたのは一人の少女。彼女は真冬にもかかわらず、青い T シャツにチェックのパジャマパンツという凍えそうな姿で警察を待っていました。そして何よりこの時、少女は全身血まみれの状態だったんです。いきなり穏やかじゃないじゃない。大丈夫？大丈夫といえば大丈夫なんですけど、ある意味大丈夫じゃないかもしれないんです。君、名前は？この家の子なのか？警察官に問いかけられたその少女の名前はエイミー・ベーカー14歳。完全に放心状態の彼女は何も言わず、ただ寒さに震えているだけでした。とりあえず家の中で事情を聞かせてくれるかな？エイミーの身を案じ、そう促した警察官。すると次の瞬間、彼女は思いもよらない言葉を口にするんです。2007年、エイミーはペンシルベニア州ランカスターで生まれました。陽気な父親と優しい母親、そして5歳年上の姉ケイト。仲のいい家族の一員として育ったエイミーは明るい少女へと成長していくんです。そんなエイミーが中学生になった頃、彼女はある趣味に没頭するようになるんです。よし、うまく撮れた。そう言って三脚に固定していたスマホを手に取ったエイミー。そう、彼女はこの頃 SNS での動画投稿にハマっていたんです。口パクで流行りの歌を歌ったり、ダンスを踊ったり、ギターを弾いたり。エイミーの投稿する動画はどれも中学生らしいたわいのないもの。彼女の無邪気な性格がにじみ出た動画は多くの人々から愛され、気がつけばフォロワーは2万人を超えるほどになっていました。エイミー、パパも動画に出させてくれよ。そう言っておどけた表情でスマホの前に割り込んできたのはエイミーの父親。もうパパ、何その顔。カメラに変顔を向ける父親の姿にエイミーは楽しそうに笑い声を上げます。エイミーの動画にはそんな家族の仲睦まじい姿がたびたび映されており、フォロワーたちも微笑ましく思っていたんです。しかし一見幸せそうに見えるこの家族はフォロワーたちが知らないある問題を抱えていました。実はエイミーが動画を投稿し始めたのも家族の抱えるその問題がきっかけとなっていたんです。何を問題って？動画投稿のきっかけになってたってどういうこと？実はエイミーにとって動画投稿をすることはある種気を紛らわすための行動だったんです。で、そもそもエイミーは何に苦しめられていたのか、その問題の本質に迫っていきたいと思います。カゴの中の少女。
先生、さようなら。授業を終え、校舎から続々と姿を現す中学生たち。帰路に着く生徒たちの中には、友人と談笑するエイミーの姿がありました。しかし、ねえ、クレープ食べに行かない？いいね。行こう行こう。そうやって友人たちが遊びに行こうと言い出したタイミングで、エイミーは急に表情を曇らせます。友人たちもすぐにそんなエイミーの様子に気がつきました。そっか。エイミーは家のことがあるから来れないよね。何？放課後に遊びに行っちゃいけないような厳しい家庭には見えないけど。まあそんな厳しい家庭ではないんですけど、エイミーには遊びに行けない事情があったんです。ただいま。エイミーが学校から帰ると、キッチンでは母親がせわしそうに夕飯の準備をしていました。そして彼女はエイミーが帰ってきたことに気がつくと、すぐにこう言います。おかえり。また今日も頼むわね。母親にそう促され、うつむき加減に自宅の2階へ上がるエイミー。彼女が向かった先は自分の部屋ではなく、その隣にある姉ケイトの部屋でした。お姉ちゃん、入るよ。エイミーが扉を開けると、そこにはベッドに横になった姉、ケイトの姿が。エイミー、おかえり。ベッドに寝たままの状態で首だけをエイミーの方へ向けた姉、ケイト。エイミーは何も言わずに微笑むと、ベッドへと歩み寄ります。お姉ちゃん、私の肩に捕まって。姉、ケイトの体を支え、ベッドサイドに置かれた車椅子に誘導するエイミー。そう、姉、ケイトは脳性麻痺を患っており、家族の介護を必要とする生活を送っていました。忙しい両親に代わって、そんな姉の介護を務めるのがエイミーの役目だったんです。本人がどう思ってるかはわからないんだけど、傍から見てると、これを理由に放課後友達と遊びに行けないっていうのは、なんかかわいそうに思えるわよね。まあね、難しいですよね。家族だったりもする中でね。実は最近、エイミーのように、子供ながら家族のケアをする、そういった子供が増えているってことが社会問題になってるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ヤングケアラーについて。ヤングケアラーとは、病気や障害を持つ家族の介護に忙殺され、十分な教育が受けられない、学校での人間関係が築けない、などの問題を抱える子供のこと。介護のみに限らず、幼い兄弟の世話や家事に追われているヤングケアラーもいるんです。2019年に日本国内で行われた調査では、アンケートに答えたヤングケアラーのうち 31.2% があまり学校に行けてない、27.4% が授業に集中できない、部活に参加できない、などと回答。子供が介護の負担を背負うことの弊害があらわになるんです。そうした事態を受け、近年は出張授業やオンラインサロン、相談窓口の開設など、ヤングケアラーを支援するための対策が各自治体で急がれている状態なんです。やっと終わった。夜遅く、姉ケイトの介護を終えて自室へ戻ったエイミーは気の抜けた様子でベッドに身を投じます。このようにエイミーは学校以外のほとんどの時間、ケイトの身の回りの世話に追われ、外で遊べる自由な時間は一切ありませんでした。疲れ切った体を起こす気にもなれず、ベッドに横になったまま呆然とスマホを眺めていたエイミー。そうしているうちに彼女はふと思い立ったかのようにつぶやきます。もう遅いけど、ちょっとだけ。エイミーはそう言うとベッドから体を起こし、三脚をセッティングし始めました。そう、夜な夜な動画を撮っては SNS へ投稿することがエイミーにとって唯一の息抜きだったんです。しかし、そんなわずかな自由しか許されないその生活は、14歳の少女の心を着実に蝕んでいました。動画投稿だけが逃げ道ってそういうことだったのね。でもそれだけじゃエイミーの鬱憤晴らせないところまで来ちゃってそうじゃない？そうなんですよ。最初のシーンでエイミーが血まみれで家の前に立ってたの覚えてますか？この後彼女はとんでもない行動に出てしまうんです。積年の思い。2021年2月22日深夜1時、エイミーの姉ケイトは穏やかに寝息を立てていました。そんな静寂に包まれる空気の中、ほとんど音を立てずに開かれたその部屋の扉。息を潜めるようにして姉ケイトの部屋へ入ってきたのは、そう、エイミーでした。ゆっくりと姉ケイトのベッドへと歩みを進めるエイミー。彼女はベッドの隣までやってくると、一言こうつぶやきました。全部お姉ちゃんが悪いんだから。そう口にした次の瞬間、エイミーは眠っているケイトに向かって、ナイフを振り下ろしたんです。閉じていた目を大きく見開き、うめき声を上げる姉ケイト。彼女はうまく動かない体で必死に抵抗しようとするんですが、エイミーは容赦なく何度もナイフを振り下ろします。お姉ちゃんのせいだ。お姉ちゃんのせいだ。お姉ちゃんのせいだ。間もなくしてピクリとも動かなくなった姉ケイト。血まみれになった彼女を前にエイミーはただ呆然と立ち尽くしていました。そしてついさっきまで姉への憎悪をむき出しにしていたエイミーでしたが、次第に自分が取り返しのつかない行動を起こしてしまったことを実感し始めるんです。私なんてことしちゃったんだろう。めちゃくちゃ取り返しのつかない事態になってんじゃないの？なんでいきなりエイミーはそんなに爆発しちゃったわけ？何か特別なきっかけとかがあったわけじゃなくて、積み重ねだと思うんですよね。姉のために費やしてきた時間、それに付随して犠牲となった自分の時間、それに対するストレス、それがもう限界を超えちゃったんだと思います。
私、お姉ちゃんを殺しました。駆けつけた警察官に力なくそう伝えたエイミ。姉を殺害した後、我に返って彼女はすぐさま警察へ通報し、雪の中、上着も身につけず、彼らがやってくるのを待っていたんです。その後、警察官が姉ケイトの部屋へ向かうと、彼女は血の海と化したベッドの上で横たわっていました。体に突き立てられたナイフもそのままに。それから必死の蘇生処置が行われたんですが、もはやケイトが息を吹き返すことはなく、その日の午前4時過ぎ、彼女の死亡が確認されました。部屋の隅でうずくまり、生気を失った表情でその一部始終を見ていたエイミ。その場に居合わせた警察官は皆、長年抑圧されてきた彼女に同情の目を向けていました。もちろんね、エイミのやったことって絶対許されないことなんだけど、それでもやっぱりお姉さんの介護の時間があって、周りの友達と比べて苦しくなっちゃうっていうのは分かるところもあってさ、なんか複雑な気持ちになるわよね。そういった意見ももちろんあったんですけど、実はこの事件の裏には同情というか、そんな感情もなくなってしまうような真実が隠されていたんです。犯行後、警察が駆けつけるまでの間、エイミーは次のような行動をとっていました。拡散希望。うわ、これマジかよ。2021年2月22日の深夜、 SNS 上に突如として投稿されたその動画に、画面の前の人々は絶句していた。動画に映し出されているのは、べっとりと血のついた手袋や返り血を浴びたキリンのぬいぐるみ。すごい、どんどんフォロワーが増える。動画を投稿したその直後から瞬く間に増えていくその数字に、エイミーは興奮を抑えきれずにいた。そう、この時彼女が SNS に投稿したのは、姉の殺人現場を映した動画。エイミーの脳裏からは、姉を刺し殺したことを悔やむ気持ちなど消え失せていた。エイミーはお姉さんが死んだっていうのに平気でその動画を撮影してたってこと？そうなんですよ。自分のスマホで自分で撮ったとは言ってないんですけど、自分のアカウントに投稿されていたっていうことで、暗に自分で撮影して投稿したって言ってるようなもんですよね。エイミーが犯行に及んだその日、投稿されたこの動画はあっという間に拡散され、再生回数は数百万回にまで上りました。しかし当然のごとく、エイミーが逮捕されてすぐ彼女の SNS アカウントは削除されることに。望まない形でトップインフルエンサーとなったエイミーでしたが、その願望はわずか数日で幻となったんです。逮捕された後もエイミーは一切反省の色を見せておらず、警察官が朝食のファーストフードを差し入れた際にこう口にしたといいます。マクドナルドが食べられるならもっと早く殺せばよかった。エイミーが起こした事件については現在も公判中。彼女はまだ未成年ですが、ペンシルベニア州の法律で殺人は成人と同様に裁かれることになっており、死刑または終身刑になる可能性があるとされているんです。犯行後の態度も含め、エイミーは精神疾患を患っていると考えられ、現在はそのことが判決にどこまで影響してくるかに注目が集まっているんです。わずか14歳にして人生のほとんどの時間を姉の介護に費やしていたエイミー。彼女の行動には混乱を覚える部分もあるんですが、子供らしく過ごせないその環境が時として子供から心までも奪ってしまうことを忘れてはならないと僕は思います。家庭の事情で教育や自由な時間を奪われる子供の心の闇は、多くの人にとって真摯に向き合っていかなければならない問題なのではないでしょうか。ちょっとあんたもうそろそろあれじゃないの、ねバレンタインだよ。バレンタイン。そんなあんたのためではないけれど、俺のため。おすすめのバレンタイン限定マカロン持ってきました。日本茶いっぱい入った T ショコラマカロンって言うんだよ。いやこれね、バレンタイン限定だからフランス産のカカオに最高級茶葉って言われるやめ茶っていうのがあるんだけど、めちゃくちゃ入れてお茶の香りすんごいするマカロンになってんだよ。このね、この抹茶のマカロンとかね、上にも抹茶かかって、しかも中のガナッシュもめちゃくちゃ日本茶入れてるから、香りがすんごいのよ。ちょっと待って、ちょっと説明聞いて。でこれもほうじ茶、玉露ほうじ茶とこっち和紅茶ね。でこれも茶葉いっぱい入ってて、香りがすんごいの。すんごいんすんごい。食べでもお茶と一緒に楽しむとさらに香りもすんごいから、ちょっと食べて早速ね、抹茶のやつから食べてみいただきました。すんごいわこれ。すんごい抹茶含めて3種類のお茶がギュッて入ってて、隠し味にカシス、チョコレートの板入ってる。だからなんかくどくもないし、ちょっと酸味もね入ってて、香りすんごいんだけど後味も爽やかで、ちょっとお茶とチョコって本当に合うんだから。マカロンもちろんね甘いんですけど、甘すぎない。でもさらにお茶でその香りも強化されつつ、最後にゼロリセットされてね、後味もね。でもまあ何個でもちょっと行きたくなっちゃうような感じが。これヤフェスルというブランドはですね、なんと福岡県の八女市にある70年以上も続くね、お茶屋の息子兄弟が立ち上げたブランドなんですけど、当然日本茶ってね、本当に美味しいんですけど、やっぱどうやって知ってもらえればいいかわかんない。もっとね、日本茶を知ってもらいたいと。せっかく美味しいお茶があるのにってところで、なんかそういう思いにね、僕共感してね、応援したいなと思ってるんですよ。おじいちゃんの代からも代々続くわけですよ。正直オンラインで売るみたいなのが苦手なだけで、オフラインではね、ほんとめちゃくちゃ売れてるんですよ。もっとなんかこうね、手助けできないかなってことだったんですけどね。でも
これねもう予約開始しちゃってんのよ、だからもうバレンタイン限定マカロンも結構売れちゃってて、あと少ししかないみたいだ。固定コメントとか、本当に説明欄に今リンク貼ってるから、本当興味ある人はすぐ覗いてほしい。そうですね、うん本当。てか逆に本当売り切れたらすいませんね、本当こんなね紹介して見せといてね、はい、本当申し訳ないんだけど、ありがとうございます。本当に応援してくださってる方もねたくさんいらっしゃるので、うんというわけでね皆さん焼き飯作業をよろしくお願いします。